鋭角になってね、角が決まってた方が、包丁をちょっとだけ立ててあげる。高さをね、低くしていく。はい、今日は、刺身のね、盛り付け方について、紹介しようかと思います。今日用意したのがね、タイとマグロと、あとホタテなんですけど、このね、マグロの、筋の目だとかね、あとこのタイの切り方の種類、そぎ作りとか薄作りとかね、平作りだとかは、概要欄にね、過去動画のリンクを貼っておくんで、そちらを参照してくださいと。で、今日はね、どうやって盛り付けたら刺身が綺麗に見えるのかっていうのを、紹介しようかと。で、まずね、最初に、刺身を切る時のコツをね、ちょっと紹介しようかと思いますと。盛り付けのね、大前提として、僕がね、よく意識するのは、今日マグロとタイとホタテとあるじゃないですか。これね、3つを違う切り方をしてあげるっていうのを、僕はね結構意識していて、例えばマグロはね、こっちからこういう風に平作りにしていくんですけど、タイもね平作りにしようと思えばこうやって切っていけるじゃないですか。そうなんですけど、平作りっていうね、同じ作り方をすると、どうしてもね刺身に動きが出ないんで、別のね切り方、マグロを平作りにしたら、タイなんかは、そぎ作りにしてあげるだとか、そういったことを、意識して切っていますと。最初に、マグロをね平作りにしていきます。マグロのね目についてちょっと話をすると、このねマグロはね目がこっちに流れてるんですよ。こっち側っすね。でこっちだと逆目になるんで、こっちね順目で、マグロ切ってってあげると。こうやって向けると、繊維がね全体にこっちに向かって流れてるっていうイメージですね。なんで、こっちに引いていってあげると。平作りっていうのはこっちの刺身のね柵の右側からこう落としていく切り方なんですけど、この時になんとなくね垂直にこう落としちゃうじゃないですか。なんですけど、平作りをきれいに見せるコツはね、ここでちょっとだけね垂直に落とすんじゃなくて、ちょっとだけこっち斜めに、落としてあげると。そうすると、平作りというのはきれいに見えやすいですよと。さあ、こういった形ですね。でこれこっちはまっすぐ落とした身で、こっちはね、斜めに落とした身なんですけど、斜めに落とすとね、ここの角が際立つんですよね。でこっちはまっすぐ落としてるんで、やっぱりね角がどうしても弱いというか、ここの角を鋭角にしてあげるっていう目的で斜めに落としてると。斜めに落として角を立てた方がパリッとした刺身になるというか、なのでちょっとね包丁をこう斜めにね入れてあげてますと。一切れだけだと分かりづらいんですけど、何切れか切るとね、この斜めに持った方が綺麗っていうのが分かりやすいんで、何切れかね、こんな感じですね。斜めに、包丁を入れて、このね刺身の角を立ててあげると。さっきねこれ一切れだったんで若干分かりにくいと思うんですけど、こうやってね、3切れぐらい切ってあげると、こんな感じでね、この重ねた時にこのライン、そのおのおののこの出てくるねこのラインが鋭角になってね角が決まってた方が見栄えがよく見えやすいですよと。でこれがねまず平作りの基本の切り方って感じですね。今度ねタイはそぎ作りにしてあげますと。でねこの尻尾の一番端っこの身はどうしてもね形が決まりづらいんで、捨て作っていうんですけど、盛り付けには使わずね、まかないとかね、あとは味見とかで使ってくださいと。尻尾落としたらそぎ作りにしていきますと。でそぎ作りは
こっからねこうやって斜めに包丁を入れていく切り方なんですけど、これもねそのまま切るとこういう形でね刺身が取れるんですよ。で裾を折ってこう盛り付けていくんですけど、刺身の角がここに出るじゃないですか。斜めに包丁を入れてあげて、最後のほんと1ミリぐらいでこうね包丁をちょっとだけ立ててあげる。こうやって包丁入れてきて、最後切り離す時にちょっとこう包丁を立てて切り離してあげる。ここにね角が立つの分かりますかね。ここのラインですね。ちょうど皮目のラインがこうね山になるんですよ。盛り付けた時に平作りはここに角がある。でそぎ作りはここのね皮目の境目に角があるっていう。そうするとそれぞれに角ができるんで、見栄えが良くなりやすいと。包丁はそのまま斜めに動かしてきてあげて、で最後切り離す時にちょっと立てて、切り離してあげるっていう形ですね。で、折りたたんで重ねてあげると。これがね平作りとそぎ作りの盛り付けた時にね綺麗に見えるポイントって感じですかね。でこれ最後ね、ホタテホタテはねどうやって切るのかっていうと、これはね正直ねどうやって切っても大丈夫ですね。で今回はちょっとねこんな感じで、炙ってね、縦に裂いて、盛り付けようかと思います。で今回ねこれねホタテはね炙ってこんな感じでね手で裂いて盛り付けるんですけど、さっきね、切り方を変えてあげた方がいいっていう話をしたじゃないですか。で平作りとそぎ作りで作ったじゃないですか。で残りの一種はねまたこれ別の切り方をしたいじゃないですか。ってなった時に貝類だとかね、例えばエビだとかイカだとかね、そういった魚介類は形がいびつなんでこのね平作りそぎ作りができないじゃないですか。でそんな理由で今回はねホタテを選んだんですけど、それぞれ形が変わるんで盛り付けた時にね動きが出しやすいっていう、そういった理由で今回はホタテを炙って、手で裂いてみましたって感じですね。お刺身を、きれいに盛り付けるための、切り方のポイントって感じですね。で、そしたら今度ね盛り付けていきますと。盛り付けのねポイントは、なんといってもね彩りを良くしてあげるっていうのが刺身をねきれいに盛り付けるポイントの一つで、だからねこれ大根の白だったりだとか、このねみょうがのピンク色だったり、あとはレモンとかねすだちとか色をね加えてあげて、で彩りよく盛ってあげるっていうのが刺身の盛り付けの、ポイントの一つですかね。ここからねもうあとは盛っていくだけなんですけど、まず奥を高くしてあげるっていうのが盛り付けの大前提としてあって、なんで、奥にねこうつまとか使ってちょっと高さを出してあげるっていうね。でそこにねこう刺身を、盛ってあげると。で前に行くに従ってだんだんと、高さをね低くしていくっていうのが、ポイントの一つですかね。なんで今回だったらね、こんな感じですかね。奥は大根使って高さ出して、マグロを持ってあげて、で手前に鯛とホタテと盛り付けてあげると。他にも彩りがあるんで、鯛の横にみょうがを添えてあげたりだとか、あとはねこれ貝類と柑橘って相性がいいんでレモンスライスしてあげて、でねホタテの下に敷いてあげるだとか、もうちょっと緑が欲しいなと思ったらすだち切ってあげてこうやって鯛に添えてあげるだとか、刺身には当然ね、わさびなり生姜なりねこういった薬味を添えると思うんで、色味の一部として、盛り付けてあげると。ここにねもうちょっと色味足したいなと思ったら、例えばねこれオレンジを足したければ人参でねこう
飾り作ってあげればいいし、緑だったらねきゅうりがあったりだとか、あとほじそって言ってねしその花があったりだとか、あと黄色だったら菊の花とかね、刺身に使える飾りっていうのは探せばねいくらでもあるんで、それぞれ好みでね盛り付けてあげればいいんじゃないかなとは思いますね。それぞれね好きなように盛り付けてあげればいいのではないかと思いますんで、ということで、刺身のね盛り付けをまとめますと、まずね切り方を、平作りとかそぎ作りとかね、あと手で裂いたりだとか、それぞれちょっと変化をつけてあげると。でその際にここね、平作りならここに角をつけてあげると、そぎ作りならここにね、角をつけてあげると。盛り付ける際は、彩りをよく奥を高くを意識して、盛り付けてあげると。こんな感じでねお刺身はだいぶ綺麗に盛り付けられるんではないかと思いますんで、皆さんね機会があったらやってみてくださいと。今日は以上です。